今回は最強のデトックス梅玉の作り方をご紹介します。玉ねぎに一手間加えるだけでとろけるような美味しさになる簡単な副菜です。とても簡単なので早速作っていきましょう。今回は今が旬の新玉ねぎを使って作っていきます。普通の玉ねぎでも大丈夫です。外側の汚れている皮を剥いたらきれいに洗っておきましょう。玉ねぎを半分に切ったら根っこは切り落とします。繊維に沿って1センチくらいの太さにざく切りにしましょう。繊維に沿って切ることで玉ねぎのシャキシャキ食感が楽しめますよ。フライパンかお鍋に玉ねぎをばらしながら入れます。ここに水を大さじ2杯入れましょう。新玉ねぎは水分が多いので大さじ2杯で十分ですが、普通の玉ねぎの場合は大さじ3杯くらい入れてください。最初は弱火と中火の間の火加減で加熱します。じわじわと温まってきたら弱火に変えゆっくり蒸し焼きにしていきます。5分ほど温めていきましょう。玉ねぎを温めている間に梅干しをペースト状にします。梅干しは大きめのものを3個ほど、小さめのものなら4個くらい使ってください。梅干しは種を取り出す前に包丁や指で潰してグリグリすると種と実が剥がれやすいです。こんな感じです。あとは包丁で叩いてペースト状にしましょう。梅干しと玉ねぎの組み合わせはストレスや睡眠不足などで疲れが溜まっている時にぴったり。5分経ちました。くたっとしすぎることもなくシャキシャキ感を残しながら程よく熱が入りました。もう火は止めてしまいましょう。このくらい水分が残っていますが、これはこれで大丈夫です。ペースト状にした梅干しを入れて混ぜます。鉄やアルミ素材のフライパンは梅干しの酸に弱いので別のボウルや容器に移してから混ぜるようにしてください。玉ねぎの血液サラサラ効果が期待できる硫化アリルは加熱することで効果が変わってしまいますが、抗酸化作用があるケルセチンや腸活に役立つオリゴ糖は加熱しても壊れません。むしろオリゴ糖は加熱することで溶け出すので生で食べるよりも効率よく摂取できます。最後に鰹節を加えます。鰹節を加えると旨味がぐんとアップしますよ。完成です。冷蔵保存で1週間日持ちします。
温めたことで溶け出したオリゴ糖が腸内で善玉菌の餌となり、善玉菌を効率よく増やしてくれる梅玉。腸内環境を整えることで便秘解消に役立つだけでなく、肌のコンディションを整えたり免疫機能を高めたりするのにも役立ちます。玉ねぎを加熱したことで甘みがぐんとアップし、辛みもなくなりとても食べやすいです。梅干しの酸味がマッチしていて美味しいですが、酸味を抑えたい方はお好みで蜂蜜梅で作られてもいいかもしれません。歯ごたえを残すためにざく切りで作りましたが、薄くスライスして作るとまた違った食感の梅玉になります。こちらが薄めにスライスしてから作ったものです。薄くスライスして作ると玉ねぎと梅がよく絡み、とろっとした感じになります。食べるタレとしても使えそうです。細切りの方は鰹節を入れずに作りました。鰹節を入れなくても十分美味しいです。鰹節を入れずにごま油を少し入れると中華だれのような味になり、オリーブオイルと胡椒を入れるとイタリアンな雰囲気の味わいにもなるので、タレとしてアレンジがしやすいと思います。こんがり焼いたチキンに梅玉をのせれば消化を促進してくれる役目もあり、なおかつさっぱりして美味しいという一石二鳥のタレになります。これは塩酒粕につけてから焼いたチキンですが、酒粕のクリーミーな味と梅干しの酸味が相性良くてとても美味しかったです。納豆に混ぜるのも最高です。最後に海苔やすりごまなどを足して栄養をプラスするようにしています。梅干しには整腸作用もあるので、朝に食べれば便通も良くなりますし、夜食べるとクエン酸による疲労回復効果なども期待できて、簡単なのに栄養的には優秀な一品です。いろいろなお料理にプラスしてアレンジできますので、ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。